こんにちは。フィルムマのまです。前回に引き続いて、後編の動画になります。前回の動画見てない方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから見ていただけると幸いです。今回は、前回の続きですね。気分症っていうものは、監視しないというふうに言い切ったところからなんですけれど、これはあくまで、僕が思っている仮説なので、僕は専門分野の人でも何でもないので、それをご理解の上で話を聞いていただけるといいかなと思います。前回の続きから話していきますと、分かったことは、2つあるというところで、1つはその発症周期を徐々に長くして抑えることができるよと。でもこれは周りのいろんな人からの理解だったり、自分の生活リズムやカウンセリングの先生など、いろんな要因、自分を取り巻く環境ですよね、それを改善していく必要があるということですね。で2番の、気分障害はおそらく感知しないということは、社会人としてはかなり厄介ですね。まず復帰をしたとしても、次いつ発症するかわからないっていうリスクを常に抱えているわけですね。僕の業種でいうと、結構一つのプロジェクトで、3、4ヶ月、長いともうちょっとかかりますが、平均でそれぐらいかかるので、その途中で急にいなくなるとなると、やっぱり迷惑かけちゃいますよね。で2つ目は、うつ状態になった時にその理由っていうものを自身で説明することが困難だということですね。これは前回の、話でも少し触れたんですが、さまざまなことが要因として複雑に絡み合ってるんですね。なのでこうなったから落ち込んだとか、これが原因で体が動かなくなったとか、そういうことが説明できないんですね。3つ目に、この発症理由がわからない、説明することができないっていうことは、当然会社にも説明ができないので、例えば復帰したとしても、じゃあ次発症したらどうするんだと聞かれた時に、その予防方法もなかなか伝えられないっていうことなんですね。僕も今現在勤務している会社っていうのは、これらの説明できないことを説明した上で了承していただけました。世の中の全ての企業が到底理解できる内容ではないと思うんです。なんでその点では本当にありがたいと僕は思っています。僕の休職直前の症状としては、今もそうなんですけど、出社したい気持ちはあるんですよね。仕事自体僕は嫌いじゃないので。ただじゃあいざ朝身支度を行うと、もうそこでもう強烈な動悸と吐き気に襲われて、その場で倒れ込んでしまうっていう状態が毎朝続いていました。本当に何度か救急車を呼ばなきゃいけないなってぐらいひどい時もあったんですが、30分その場で倒れ込んでいると、徐々に状態が良くなってきて、で、なんとかベッドに足を運んで倒れるっていうようなことが毎朝続いていました。で、またこれは2日か3日に1回ぐらいなんですけれど、深夜寝ている時に突然目が覚めるんですね。で、目が覚めたと思ったら次の瞬間に吐き気に襲われて、何度もトイレで嘔吐をしてしまうということが続いていましたね。これも本当に辛かったですね。単純に寝れないんで。そして現在の状態なんですけれど、僕の状態ですねなんですけど、休職して約3週間ちょっと、1ヶ月経たないぐらいだったんですが、気分はだいぶ落ち着いてるかなと思います。でも復帰できるかって言われると正直五分五分ですね。
かかりつけの医師からは、少なくとも2、3ヶ月休養が必要だと、言われています。ただこれは僕の希望によって1ヶ月単位で様子を見てもらうということにしていただきました。で実は、数日後に診察がありまして、で、そこで僕の今の状態とか気分を説明して、診断を仰ぐということになります。そして、休職中の過ごし方なんですけれど、先ほどこの発症の予防方法がわからないと言いました。ただ全くわからないかと言われれば実はそうでもないんですね。ただこれが自分の中で理解できるようになるには、このうつ状態を繰り返し経験する必要があるんじゃないかなと思うんですね。とっても皮肉なことなんですけど、僕は過去に約6回この波が来た経験があります。その中で僕がこの症状を緩和できるようになったんじゃないかなという3つの習慣があるので、少し話したいと思います。1つ目は朝必ず起きることです。説明はちょっと3つ言ってから順次説明していきます。2つ目は学校や会社へ行くまでの身支度と同じことを朝に行うということです。で、3つ目は勉強や仕事のことは一切考えないということですね。で、一つずつ話していきたいんですが、必ず朝に起きるっていうことと、会社や学校に行く身支度と同じことをやるということは、僕がこの病気と向き合って14年ほどになるんですけれど、この14年間で身につけたことですね。で、3つ目の、仕事や勉強のことは一切考えないということは、社会人になって意識して心がけるようになったことなんですね。で、実はこの YouTube を始めたきっかけもまさに仕事のことを一切考えないっていうところからありまして、そして今現在思うのは、この勉強や仕事のことを一切考えないっていうことは結構重要なんじゃないかなということです。やっぱりただ学生の頃っていうのは、社会人もそうだと思いますが、休めば休むほど周りからどんどん取り残されていくような感覚だったり、先生や両親の期待に応えられない自身への苛立ちだったり、あとは先が見えない、将来が見えない恐怖ですよね。そのことで学校だったり仕事のことをもう考えざるを得ないというか、もうどうしても考えてしまうような状態になってしまうと思うんですが、しかしこれらは復帰する際にはもう本当に巨大な壁となって、自身の前に立ちはだかってしまうんですよね。もう見た瞬間にもうこれは無理だってもう心を折られてしまうようなそんな錯覚になると思います。ではこの3つ目の、勉強や仕事のことを一切考えないということが重要であるという理由なんですけれど、これは時間が悩みを生むっていうところにあるんじゃないかなと思うんですね。時間ができればできるほど、暇になるので、それだけ考える時間が、余計なことを考える時間が増えるんですよね。そうするとその余計なことが悩みになって悪循環になるということを最近ちょっと思うようになったんですよね。なので3番の仕事勉強は一切考えないということは重要なんじゃないかなと思いました。